はい、今日はカルロフの開封はお休みして最新弾のスパイダーマンのコレクターブースターを開封したいと思います。皆さんこのスパイダーマンがですね、マジック界に大混乱に陥れてますね、今。もうだいぶ話題になってるから皆さんももう分かっているところだと思うんですけどね。ちょっとこの前の開封でも言ったんだけど、もうこれね、先行販売の段階で定価割れしてたんですよね。で今もなお値段落ち続けてるんですけど、すごいよこれ。もう普通のパック並み、これね FF と同じで高いんですよ、ちょっと。じゃあ1パック目開けますね。FF と同じでね高いんですけど、それがねもういつものパックと同じぐらいの値段になりつつありますし、なんならもうなるね、もうそろそろ。なんか結局安くなっても誰も買ってないですよ、全然。なのでちょっとこれは安くなったの狙って俺は買おうかなと思って。毒オックの触手。なんかね、強いか弱いかもね、いや強いなと思うカードだったけど、ちょっと全部のカードまだ見てないですよ俺も。グエン・ステイシーの死。そうだ、これ当たりがね、とりあえず英語が出れば当たりって覚えておけばいいんですけどね。これは再録のやつですね。でですよ、ここが一番最後の枠、22スパイダーウーマンが出ましたね。でアートカードか。でですね、俺はあれなんだよ、マーブルの前も言ったんだけど何回か、マーブルのキャラクターが出てるゲームの格ゲーやっててさ、それのチャンネル持ってるからね。だからこれを引かないわけにはいかないんですよね。一応スパイダーマンもそのゲームにいますからね。マーブル VS カプコン2って言うんだけど。でしかも最近ちょっと今度その対戦動画出す予定なんだけど、そこにスパイダーマン出てきますからね。対戦相手がねスパイダーマン使ってたんですよね。なんかこのセットが出たからあえて使ったのかなと思わせるんですけどね。なんかちょっと今もうポンポン開けちゃってるけど、これね特にねこの当たり以外にちょっとコメントしようがないんですよね。グエン・ステイシーこれ結構いいんじゃない？これは大当たりではないけど、でもね未だにねこれ世界で気づいてる人俺だけかもしれないです。すごい重大なこと言いますよ。実はこのスパイダーマンは意図してこうなったかもしれないです。この大暴落、大混乱はまだ誰も気づいてない。これはねみんなねこう言ってるんですよ。ウィザーズは失敗したって。でもねそうじゃないかもしれないです、もしかしたら。どういうことかっていうと、まずねこれがね暴落したってなんでかって話なんですよ。まず暴落するってことは高騰したってことなんですよ、一回ね。でその高騰っていうのがどういうことかっていうと、一時期ね英語版が1000ドルぐらいまでいったらしいんですよね。1000ドルってさ15万とかじゃないですか。ホイールが出たな。これのホイールが4分の1の確率なんですよ。で1000ドルのやつがよ、これ今多分ね4万円ぐらいで買えるんですよ。4万ってもうなんか1000ドルなんか全然違うじゃないですか。でもねよく考えたらそれが普通なんですよ。もともとが高すぎるんですよ。だから4万ぐらいでも全然普段のパックからしたら定価以上じゃないですか。だからそれが普通なんですよ。なんだけど大混乱を生んだのは一旦高額になったからなんですね。でなんで高額になったかって話なんですよ。次は暴落する前になんで高額になったかって話なんですよ。でそれはねなんでか、 FF が売れたでしょ。で FF が売れた時に MTG 界に転売ヤーが大量に入ってきたんですよね。ポケが転売ヤーみたいなやつらが。でそいつらが FF で味を占めてね、
これいけるぞって思ってスパイダーマンをめっちゃ買ったんですよ多分。でそれで価格が上がっちゃったわけですよ。で今価格がね大暴落っつったってまあそれなりの金額に戻っただけでこれ市場の中ではさ結局今大損したのって転売ヤーだけですか。転売ヤーとウィザーズはねそこまで損してないんですよ。一回は買われてんだから。だから結局市場の中でね転売ヤーだけが懲らしめられたっていうセットなんですよこれ。すごいと思わないこの考え方。つまりねスパイダーマンこれはスパイダーマンじゃない女の人だね。スパイダーマンはやっぱヒーローですね。世の中の悪転売ヤーを懲らしめたんですよこのセットによって。こういう考え方をすればねスパイダーマンも捨てたもんじゃないと思うんですよね。じゃあそういう風にね考えてる人は多分まだね世界初だと思うこの考え方。このスパイダーマンのセットは実は転売ヤーを懲らしめるために作られたんですよ。それでやっぱりウィザーズの思惑通り転売ヤーは懲らしめられたと。すごいでしょ。シンビオートのスパイダーマン。シンビオートの服を着たスパイダーマンですね。これちょっと高くはないかもしれないけどちょっといやさすがこれねもしかしてウィザーズがそれを狙ってやってたとしたらすごいよこれいつもほらこんな傷だらけのカードばっか作って何やってんだとかさ文句ばっか言ってんじゃん。これについてもスパイダーマンについても俺はちょっと文句っていうかね俺は別にそんなにネガティブじゃないんだけどマーブル好きだからね。なんだけどみんなの意見聞いてるとやっぱまあその金儲けのためにやってんだろうとかねまあ結構言われてるわけだけどこれは違うな。これはね転売ヤーをね一旦ね市場から追い出したんですこのセットに。これでもうね転売ヤーたちはもうしまったなとマジックに手出したらとんでもないことになるなって言ってこれでみんないなくなってくれますよ。だからね次のセットからはね健全になるかもしれないですよもしかしたら。だって皆さんあれでしょ買おうと思っても買えなかったんだから今までさ今まで普通に買えてたのになんか急に FF 登場以降あらゆるパックが手に入んなくなりましたよね。転売ヤーのせいですよ。でも転売ヤーも焦っててさもうすごいよフリマサイトでさ絶対転売ヤーはねあれ定価で買ってるんだけどみんなもう安くしても売れないもんだからどんどん値段下げていってますからね。もっと下げてやりましょう皆さん。もうちょっと我慢しても大丈夫ですよスパイダーマンは。全然売れないから大丈夫です。シングル価格もねどんどん下がってますんでねもう全部だいたい50円になっちゃうんですよ。俺は別にいいんだよそれでも。あんまり値段でこう一喜一憂はしない方なんでねどっちかっていうとまあもちろん持ってるカードが高くなったら嬉しいけどこれ強いんだよな。これ確かなんかプロモカードもあったな。これは強いですよ結構。さすがレアだけこの能力ってねだいたいなんか暗号とかさまあこういうインスタントってでもこれはレアだけあって一歩強いっすね。家賃を払えって家賃を払えこれ今転売ヤーたちに言われてますよこれは。家賃も払えなくなってますあいつらが多分スパイダーマン買いすぎて。スパイダーマン買いすぎたどころじゃないですよもうねこれ M なのかちょっとソウルもねいきなり引いちゃった。あいつら家の中スパイダーマンのボックスだらけですよ絶対。売れやしないのにこんなの。まあ俺は好きだよ。俺は好きっていうかソウルストーンのコズミックホイールマジで欲しいっすね。あれは本当めっちゃ欲しいですね。かっこいいですね。マーブルのストーリーっていうかマーブルのアメコミだけじゃアメコミ全部そうなのか分かんないけどマーブルコミックスってさいろんなその世界線の物語があってでソウルストーンってが出てくるその物語ってさ
宝石がまあ6個あるんだけど、その6個の宝石を集めると、まあもう全知全能になれるみたいなやつなんですよ。そのうちの一つがそのソウルジェムなんですね。ソウルストーンって、ソウルジェムって言うんだけど。だからあれ6個集めたいっすよね。とんでもない努力しないといけないけど。努力というか金か。まあ、グエンステーションまで。で、M。なんかイラストがこう日本人イラスト風だけど違うな。ちょっと違うな、これな。多分。さあ、レア。クローンサーガ。こういう、パネルじゃねえのかな。なんとかショーケース。でもね、アメコミっていうか、マーベルコミックスはね、日本の漫画アニメ見慣れてる人からすると、ちょっととっつきにくいかもしれないですね。なんかね、日本の漫画アニメって、すごいなんか、ちょっと比べたら悪いんで、まあどっちがいいか悪いかっていう話じゃないよ。奥深いんですよ、結構。描写が。まあもちろん考え方としてはマーブルだって奥深いところあるんだけど、例えばだけどね、こう、攻撃しました、やられましたみたいなやつがさ、例えばそれだけで1話とか作れるじゃないですか。日本の漫画アニメとかだと。なんなら麻雀の漫画とかだと1打打つのに1話使ったりするじゃないですか。でもね、マーブルの場合は2個まで終わるんですよね、それが。だから、結構好きなシーンがあってさ、ウルヴァリンっていう X メンのキャラがいるんですけど、そのウルヴァリンが、インフィニティジェム、ソウルストーンを持ってる、サノスっていうキャラがいるんですよ。これのカードでも出てくる、サノスっていうキャラがいて、サノスに立ち向かうんですね。で、これ結構いいやつじゃない？グエノン。これは、ホイールだったらよかったな。で、サノスに立ち向かって、そこに説明がナレーション的に入ってるんですね。なんか、地球のヒーローで最も非力と思われたものの攻撃がサノスに入ったみたいなね。でその次のコマではもうなんか、ウルヴァリンがふにゃふにゃになって横たわってて、しかし彼のアダマンチームの骨はスポンジに変えられてしまった。いや、終わりかよみたいな。めっちゃ早いんですよ。2コマって、それ1ページの中の、上下の小回りで2コマだから、もう1ページで終わってるんですよ。ウルヴァリンの一撃は。まあ、ちなみにスパイダーマンも、攻撃するんですけど、まあ、スパイダーマンはサノスの作り出したやつにやられちゃいますね。作り出した愛人に、殴られて、ピーされちゃいますね。スパイダーマンはあれですよ。この見た目だけど、マーベルの中では結構力持ちのキャラですからね。さっき言ったウルヴァリンなんて、回復能力はすごいけど、腕力は常人並みです。常人並みっていうかまあ、そんなに怪力の持ち主じゃないですからね。これ、ホイールだったらな。精神壊しのなのか。だけど、本当やってくれるよな、スパイダーマンは。転売ヤーをぶちのめしてくれたな。これ、カードの世界から漫画の世界いけんじゃないか、これ。スパイダーマンがカードになった世界線で、転売ヤーがボコボコにされてるっていう漫画。マーベルコミックスこれ作れますよ。これもし、公式さん見てたら作った方がいいですよ。転売ヤーがスパイダーマンカードにボコボコにされてるっていう。すごいスカッとする漫画になると思うんだよね。逆輸入ですよ、これこそ。カードから漫画に。いや、遊戯王も、遊戯王は漫画からカードか。カードから漫画になる。エレクトロ。これ結構いいっすね。これ結構ついた。こいつさっきからなんか何回か見てるような気がするんだけど。これもしかしてダブルのか、この枠で。ちょっと見間違え、マーブル枠の M で、これはちょっと微妙か。ここね、ホイールになる確率が4分の1なんですよね。そもそも。じゃあ次。でもなんか全然いいの出ねえな。さすがスパイダーマンは。やっぱり酷評されてるだけあって、
全然出ないですね。いいやつが。これはね、シングル価格合計したらもう相当悲惨ですよ、これ。多分ね、俺が今まで散々引いた兄弟戦争とか、機械兵団並みですよ。値段的にね。ほんと最高に良くても1000円とかさ、そんなもんになっちゃうんじゃねえかな、これ。ここにあるやつだって、ステイシーだけまあまあ良かったかな。まあまあいいや。まあいいんですよ。俺はね、マーブルがさ、一応、ね、俺のやってる趣味とつながりがあるからね、引かざるを得ないからね、これは。全然ネガティブじゃないです、そこは。このネガティブってことはさっきから俺たくさん使ってるけどさ、それでミスターネガティブが来るかもしれないな、これ。別に来なくていいんだよな。来なくていいからね。来なくていいかな。それよりソウルストーンが、通常版でもいいからソウルストーンの方がいいな。あ、M で。あ、インポスター症候群か。これはまあまあいいな。俺こういうの好きなんだよね。俺も酷評されてたけど、でも好きです。あ、M で。ホイールじゃないね。ホイールじゃないね。これで最後か。あっけねえな、これ。このセット。レア21スパイダーパンク。終わりましたね。ただ俺ちょっと、シングルのね、値段はね、どれも激安だったなっていう感覚しかないんでね、ちょっと調べてきますね。はい、全部調べてきましたけれども、まあ想像よりは良かったですね。俺の想像の中では全部50円とか100円とかっていう想像してたんですけど、今この手に持ってるのが、一応販売額ベースでは1000円以上のカードを集めてきました。こんなにありましたね。1000円以上が。まあ、1000円以上どころかね、このステイシーとかが結構当たりでしたよ。まあ、7000円ぐらいだったかな。これ、今ね。相当背伸びした金額ですけどね。こいつ今、相当高い下駄剥がしてもらってますよ、これ。7000円っていうのは。これそのうち100円とかになっちゃうと思うけど、まあ、今んとこはそういう値段でしたね。このステイシーもまあ、絵が違うだけで同じカードなんですけど、まあ当たりの方っちゃ当たりの方ですかね。で、あと一番最後に引いたこのスパイダーパンクっていうのも結構、まあ能力もまあまあ強いかな、これは。これも結構当たりでしたね。あとこのグエノムもさっき言ったように当たりでしたし、あとスパイダーセンスはまあ普通にこれは強いと思うね。これは使いたいカードですね。使いやすそうだしね。まあ、レアなんでね、これちょっとたくさん集めるの大変かもしれないけど。うん。で、あと、このあたりがまあ1000円ぐらいの、ほんと1000円ぴったりぐらいでしたね、ギリギリ。こんな感じでしたね。あと、このマーブルマテリアルの、この形式のやつは、まあ、この2枚がまあまあ当たりだったかな。でも、俺スタンしかやらないから、この2枚は使えないんですけどね、ゲームでは。で、あとね、今回ちょっとびっくりしたのが、同じカード出過ぎなんですよ、このセット。これちょっと見て。これパッと見でさ、ダブりまくってんのわかる？これさ、例えばだけどね、この、クレイブン・ザ・ハンターのカードだけど、これさ、例えばね、この3つはあり得たんですよ、今までも。この、通常ホイール、拡張ホイール、非拡張ホイール、非ホイールの拡張みたいなね。これはあり得たんです。今までもね。だけど、この非ホイール拡張がもう1枚来ちゃってるんですよね。これによって、1ボックスで4枚揃っちゃいましたね、これが。このおっさんも、この非ホイールが2枚来てるし、こいつらもそうでしょ？これもそうですよ。ね。これもそうでしょ？もうね、こういうことをやるからね、金儲け主義だって言われちゃうんですよね。もうこれ適当にね、カード、だって入れちゃダメなんですよ。もっといろんな種類のカードで楽しませないとダメだと思うんですよね。ただでさえ、この、見てください。スパイダーマンだらけなんだから。もうどれがどれだかもうわかんないでしょ、これ。スパイダーマンだらけだから、これ。もう、どのカードだったかわかんなくなっちゃうんですよね、引いてて。これもスパイダーマンですからね、中身の。ピーター・パーカーですから、これは。まあ、だけどね、だからこそ、このセットは売れてないわけなんです。で、売れてないんだけど、さっきも言ったようにね、安くなったら俺買いますよ。ソウルストーン、コズミックホイール欲しいんでね。あれを自引きできたらね、本当に現実世界のヒーローになれますから。なので、ちょっとね、転売ヤーの皆さんはね、もうちょっと安く売ってください、僕に。
転売じゃなくなっちゃうね。ただの販売ヤーになっちゃうんですけど、俺はね、我慢し続けるよ。転売ヤーは、1万2000円ぐらいで売ってほしいな、ワンボックス。1万2000円ぐらいだったら買うかな。カルロフだって1万2000円ぐらいで売ってた時あるんだから。見てください、これ。もう、こいつみたいにしたいんですよ、転売ヤーを。もう家賃が払えないぐらいになって、見て。今月も支払いが遅れてるよ、パーカー。払えないなら出て行ってもらうからねって書いてますね。でも転売ヤーもこうなってほしいね。こいつね、見てよ。わかるこれ家にね、入れないようにしてるんですよ、これ、大家さんを。これ、扉の前に立ち歌わって。これなんでだと思いますこれ。これ家の中がスパイダーマンのボックスでいっぱいだからなんですよ。売れない在庫でいっぱいだから、もう家に入れないですよ、こいつ。この袋の中にも多分ね、入ってるよ、これが。もうそれぐらいの感じなんですよ、転売ヤー。困ってしょうがない。家賃も払えないですね。まあだからね、助けてあげるから。俺が、お前たちのヒーローになって、1万2000円で買ってあげるよ、ワンボックス。ということでね、もうちょっとね、まあ我慢すれば、きっとその値段になると俺は信じて待ってますからね。その間に、カルロフのシリアル出るまで開封をね、やり続けて、シリアルが出た頃に、また戻ってくるかもしれないですね。はい、というわけで、今日はこんな感じで終わろうと思います。見てくれてありがとうございました。ではまた。